ントマンはスプクアントマニアの本編、エンドクレジット等のネタバレが含まれています。鑑賞後の視聴を強くお勧めいたします。普通に映画として面白い？ MCU を見てる条件ならまあ。普通に面白かったけどな。なんでこんなに低評価なんだろ。この作品のテーマ。世界は強い、戦争は数だよ兄貴、約束は守ろう。見終わった、いまいちだな。フォースが使えるのに最後は格闘。腕につけてた機械がフォースを発揮してて、最後壊れたから肉弾戦という理解なんだが。ありがとう、気づかんかったわ。ディズニープラスで配信されたら見直してみるわ。見てきた、ラブ&サンダー以上のウェイホーム以下って感じかな。フェーズ4の平均より面白かった。あれあんま評判良くないのかな。俺めちゃくちゃ楽しかったんだけど、ニコちゃん大王出てきたし、近いうちにまたリピートするわ。そのくらい面白かった。量子世界なのに騎士官バリバリなのが終始続いて全くハマれない？誇張抜きにキャスト以外全部 CG の世界だった。スターウォーズみたいだねってセリフがいつ出るか身構えたわ。全キャラに魅力がないという稀有な映画。とりあえずアンリにスコット死なせて感動娘が後を継ぐみたいな展開にさせないのには安心したわ。なんかアントマンはもっと日常の現実世界の事件であたふたするとこ見たかったよ。壮大すぎて泣いた。説明も長いし、アントマンはどうやってもアントマンだな。アントマンのポテンシャルの限界が見れたアントマンだったわ。おっさんが小悪党相手にちょっと活躍して世の中のためになるからいいんであって、ビームと戦艦の飛び交うスターウォーズの世界で帝国を築き上げた皇帝ダース・ベイダーかアンと渡り合っちゃいかん。アントマンに求められてるものじゃない。カタルシスがなさすぎなんよ。物語にもっと緩急つけてくれよ。マーベルダ作量産しすぎたわ。量子世界に対する作り込みが甘いね。監督の限界か。クソみたいな背景とクソみたいな量子人によってこの映画は全てのクオリティが落ちました。急速にインカージョンが起きてるとかだから世界を救いたいかとこの世界以外必要ない視聴者の戦いなのかなって思ったり。量子世界はもっと面白く書けたと思うよ。不評聞いてハードル下げて見に行ったら面白かったわ。確かに期待感マックスハードルぶち上げて、いつものアントマン期待して見に行くと叩きたくなると思うわ。まあいつものアントマン期待してたらあれだけどな。ワイが見たいアントマンのノリじゃない。言うほどアントマンに期待して見に行くやつおるか？まあぶっちゃけ普通に面白かったわ。最近の MCU の中ではな、ノーウェイホームの次に面白かった。全2作のラブ&サンダー、ワカンダフォーエバーと比べると比較的単純明快な娯楽として作った感じ。なので文芸的な評価は低そう。だが十分に楽しめるべき。アントマン2作目からそんな好きじゃないわ。アントマンって1作目だけの一発屋だよな。量子世界といっても背景は宇宙と変わらんから、それならそうやガーディアンズでいいんだよね。つうかこれなら別に量子世界じゃなくてもいいしアントマンじゃなくてもいいんよな。多分そこが今回不評に繋がってる一因やと思うわ。一見よくあるエイリアンやけど実際は原子レベルの物質と会話してると考えたらどのシーンもめちゃめちゃおもろいのに。話のスケールはアントマンシリーズ最大やな。かなり規模でかかったな。アベンジャーズ 4.1 ぐらいあるわ。スケールでかい話だった。いやスケールは限りなく小さいのか。量子界の宇宙戦争って感じ。序盤ほぼスターウォーズ感あるなって思いながら見てた。確かにスターウォーズっぽい。面白いじゃんこれなんで評価低いんだ。まあ量子世界行って帰ってくるだけの話だけど。おそらくめちゃめちゃ意識したであろう量子世界でスターウォーズをやるってコンセプトは成功してたと思う。前作みたいなテンポの悪さもなく楽しかったよ。IMAX3D で見る量子世界突破シーンは、バッドトリップしてるみたいでやばかった。ソー3の逆でギャグ多めからシリアスになる、と言われて身構えてたけど笑えるシーンも多くてよかった。蜂のおじさんに爆笑してたし、みんなカーンのことばっかだけどモードックはあれでよかったの？個人的にはモードックなのは見た目と名前だけで最悪の実写化の一つと思うんだけど、マルチバースでどうせまた出てくるぞ。モードックは形状からして実写化難しそうって思ってて予告の時点で生身の顔じゃないんだって残念だったから嬉しかったな。ハードル低くなってたのかもしれない。Y 的にはモードックがついに実写化したのが感慨深いわ。扱いと設定は微妙やけどそれでも嬉しい。ダレン・クロスは1の時にスーツ壊れて暴走して変な風に部分的に縮んでたからああなっちゃったのね。量子世界に流れ着いた時普通のサイズしてなかったっけ？まあでも確かにそれだと納得。モードック今回で殺しちゃうのはもったいなくね？言うて何度も立ちはだかるってキャラとしては弱いからな。因縁あるキャラにして最後にちょっとカッコつけて死んだのはいい塩梅に感じる。ダレンかっこよかったよ。さすがアベンジャーズでスコットの兄弟だ。多分ダレンいない方がスムーズに進む場面しかなかったが黙っていよう。スムーズに進みすぎるのもってのはあるからね。娘の見せ場のためよ。まさかモードックで泣かされるとは思わなかった。まさかモードックの中身があいつでしかもなんなんだよあの急な心変わりは。
流れで兵器にされてそのまま手伝ってきたけど急に虚無感覚えちゃった？ホープ父、いや君はアベンジャーズには察し。モードックがアベンジャーズ入りした気になって焦点するのが面白かった。スコットの絵みたいな表情も、今回の敵は征服者カーンって言ってたけど、サノスぐらい強いの？普通にアントマンと殴り合いしてたけど。カーン弱すぎない？まさかアリに倒されるとは思わなんだ。まあ実際アリに倒されたようなもんか。装備使えなくなるくらいボコられたしな。アリのがアベンジャーズより強いという。アリに普通に負けるんだからアベンジャーズどころか普通の軍隊にも負けるでしょあれ。というよりこのカーンにやられたアベンジャーズとか、惑星のレベルってどんなレベルなんだよって話だけどな。別次元のアベンジャーズが本編世界と同じ強さとは限らないからカーンが倒した層たちはめちゃくちゃ弱かった可能性はある。ワンダもイルミナティがいる世界では大した脅威とみなされてなかったし、結果的にそりゃあそうだけど演出的に問題あるってことよ。マルチバースだと、豚のスパイダーマンとか、ワニのロキとかいるしね。あいつがサノス並みと言われてもピンとこない。サノスみたいに強いんじゃなくて厄介って感じらしいな。カーンはあれくらいや。ただ死んでもすぐ次が来るから厄介なんや。平行世界に無数に存在するから強いといえば強い。勝った場合の平行世界の自分から勝ったやり方教えてもらえる。そしてパパの名前はリード・リチャーズ。どっかのヒーローと同じ名前や。当たりのカーン引くまで終わらん。リード・リチャーズさんめちゃくちゃキーパーソンなるの確定なん？現実世界と量子世界を行き来して欲しかったな。カーンが外の世界に出て、それを引きずり戻して、また出ようとして、みたいな。最後は家族を逃すためにスコットが量子世界に閉じ込められる展開とか。今回のカーンはいろんな世界のアベンジャーズ滅ぼしまくったけどあれでもカーンたちの中では最弱の雑魚なんよな。まあアントマン一人にやられたからガチでどうやって今までの世界でアベンジャーズ倒せたのかわからんけど。カーンの能力は、本人は時空やマルチバースを見通せる力と肉弾戦もまあまあ強いってのと超未来の科学技術の知識があるってで、実際に次元移動したり超能力使うには船やスーツが必要って理解で OK？ 征服者カーンの割にアントマンの反撃にたじろいでて笑った。別世界のアベンジャーズ、総がかりで本当にこいつに負けたの？アベンジャーズなんてどれだけ倒したか知らないよ。ぐらいのノリで言いやがって。こっからの作品にちょくちょくカーン絡んでくるんやろな。デッドプール3は指定でヒュージャックマンウルヴァリンと色々やる話だけどあれにもカーン出てくるんやろな多分。まあデッドプールさんは指定でキッズが見れないからあんま MCU の本筋とは絡まなそう。見てなくてもいい感じの話になりそう。ストレンジ2は最高で双方はダメだったけど、面白かったけど構成はもう少しうまくやれたやろとは思った。特に脚本構成はカーンについて話しすぎるのは良くないからと後回しにしてるし、量子世界の説明に、平行世界の話とか設定面もめちゃくちゃ説明多いし、全体的に効果的じゃなかったかな。仕方ないけどね。でもビジュアル面はすげえ良かった。全体的にキモいデザイン、大群のアリア人は集合体恐怖症の人はきつかっただろう。シュレディンガーの箱パートも良かった。翻訳こんにゃくゼリーは笑った。トロトロ飲みたくない。でも飲まないとコミュニケーション取れないし、カーンが死んだか。あいつはカーンの中でも最弱。カーンの面汚しよ。今回倒されたカーンは優しい顔つきしてたけど味方になってくれるカーンだったのかな？ロキのカーンが一番話わかりそうな感じだった。善良なカーンなどいないのだ。変異体誘拐しまくって虚無で消しまくってるあり続けるものがマシなレベルだからな。彼の話だと今回の追放カーンだけ悪みたいな印象受けたけど、今最後見てみんなダメそうだこれってなった。原作通り？カーン会議してた。その画像の右の強烈な顔のやつまで再現してたな。カーンがやられた？マジ？カーンじゃないやつに？やばい緊急集会。最後のカーンと気狂ってて草。これだけ黒人起用したらさすがにアカデミー賞だろ。カーンのうない会議だぞ。カーンおじさんたちがウホ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 ってやっててふってなった。ツタンカーン面。ってこと？初出設定になったらまたと関連じゃね？エンドクレジットに出てきたらまたとのコスプレ感がすごかった。一番強いカーンってあの中のどれなんや？今回戦ったカーン大したことなかったけど他のは強いの？他のも大して変わらん。中にはやべえやつもいる。カーンに殺されそうなヒーローおる？今からでも遅くないからカーンは退場させとけよ。カーンありきで作るから無理が出るんや。カーンはまあこんなもんじゃね。ジョナサンの演技は良かったよ。会話に制限がかかっててなんやこれオチはカーン会議かなって思ってたら当たって笑った。やらないわけにはいかないよね。ロキのせいで面白黒人枠だと思ってたから、今回のカーンやけにシリアス面してるなってなった。役者さん演技の幅すごいね。予告だとカーン肉弾戦で戦うとかあまり強い感じしないと思ったけど本編見たらサイコキネシスみたいなのバリバリ使って強かった。
よく見たら筋肉すごいし俳優の迫力すごくて生身でも殺されるんじゃってハラハラしたわ。役者さん映画のためにドラマの時よりめっちゃ体を鍛えたようだ。スーツなしでもフィジカルすごい。カーンはハイテク技術より格闘戦のが強そうに見えた。カーンって結局なん大量にいる方は何がしたいん？マルチバースを自在に使われるのを恐れてるんでしょ。なぜ使われたら困るのかはこれから書いていくんだろうけど、また背後にさらなる強敵がみたいな感じなのかな。ロキシーズン2とかでなんかわかるのかな。カーンはサノスに比べてキャラも立ってないし強くもなくて物足りない。カーン、両手からビーム出して露骨に銀河皇帝。カーンが案外雑魚だったな。もっと身内が絶望的な状況で誰か一人ぐらい死ぬかと思ってたら、カーンがな、最強って言ったって数頼みだし、その数もあり軍団に蹴散らされる程度だし、本人も腕の機械壊されたらスコットと素手で殴り合いして互角のレベルだし、性格は陰気な黒人なだけで魅力を感じないし、サノスはもちろん今までのヴィランと比べても格がどうもねえ。これから長いフェーズ後のラスボスとして話を引っ張っていけるのか甚だ不安。どうせダイナスティでめちゃくちゃ強いの出てきてインフィニティウォーみたいな空気になってるよ。今回のカーンは奴はカーンの中でも最弱くらいの立ち位置だろうしな。最後のカーン軍団は今回のカーンを追放した奴らなんだよね。めちゃめちゃに暴れてたカーンを追放したんだからそんなに悪くないのか思ったら結局攻めてくるんだな。なんか褒めてた奴はカーンがすごいとか言ってたけど小物カーン丸出しだし最後のカーン大集合もバカの集まりにしか見えん。大丈夫か？そうそう。この程度の相手にアベンジャーズや無数のマルチバースが消滅させられたのかと。奴はカーン軍団の中の一番の小物でもいいけど、実績に見合った力を見せてくれよと。カーンの部下がバイエンススーツ着てるように見えて笑いそうになったわ。カーンはヤバいって情報が見る側で膨らみすぎてそれに応えられなかった感じ。こいつがカーンじゃない普通の敵だったらまあ良かったんじゃない。今回のカーンが最弱でもいいけどその後のツタンカーンメンたちも強そうに見えないのと集められたカーンが猿みたいに騒いでるのはどうかと。なんかカーンのこと底知れない演技とか言ってるのいるけどただのバカにしか見えんよね。マイケル・ダグラス、ミシェル・ファイファー、ビル・マーレイ。この3人が共演する映画なんて80年代なら話題作どころの騒ぎじゃないな。見てきたけどマイケル・ダグラス・ミシェル・ファイファー以外はみんな老けすぎで涙出てきた。ビル・マーレイはどんな人だったの？現地の反乱分子の偉いさんだったが寝返った人。しかしピム夫婦、ゴーストの剣といいマーベルにおいてのテンプレクソ親並みにどっちもやらかししてるとか。カーンやべえやつだって知らなかったジャネットはさすがに不可抗力だろ。それに実態知った後は脱出よりもカーン封じ込め選んでたわけだし。ジャネットがエンドゲーム以前にカーンに出会ってたとするとロキでのあり続けるものが神聖時間軸維持してた事実と矛盾しない？量子世界は時間軸の外だって言ってたから、サノス事件の時間軸に乗らないんじゃない？今回もハンクピムはクソコテなの。今までの名返上するくらいクソかっこいい。何気に土壇場の仙台アントマンかっこよすぎだろ。最後ももちろんだけど、君じゃないからダメだったもさらっとよかった。娘の前で浮気暴露する夫婦でダメだった。母ちゃんが粒子世界でちゃっかり不倫してたのがおもろかったう。ホープよりジャネットの方が美人だな。で、欲求って具体的に何？前作で母ちゃんが使ってた量子世界で得得したというスーパーパワーは今回出番なかったのかな。誰もゴーストの心配してなくて草。まさかジャネットが量子世界であんなことやこんなことをしていたとは、いやらしいおばさんだ。3作通してちゃんとアリに見せ場あるの感心したわ。量子世界に大量の賢いアリ軍団が残ってしまいましたが、このまま昆虫人間に進化するとかないですよね。仮に進化してもどれだけ時間が経とうとハンクのために力を貸してくれた指摘にはならなさそう。結局最強なのは数で圧倒したアリ軍団とピム粒子という。美味しい部分はマイケル・ダグラスが全て持っていくという展開だった。カーンを演じる役者とピム博士演じるダグラスの格の違いというのが如実に画面に出ちゃってるのがな。とりあえず今回キャシーとジャネットがかなり足を引っ張る存在なのでスコットの行動理由に全然共感できないんだよね。そこがヒーロー映画として致命的だと自分は思った。1に続きアリがまたうじゃうじゃ出てくるので虫嫌いな人は干渉注意。いつからナノマ進化したの？アントマンスーツ。見た目はアイアンマンスーツみたいに自動で着られるだけで、普段はピム粉で縮めてる？アイアンマンのスーツの技術流用したんかな。最新アイアンマンスーツはナノマシンが普通の洋服に偽装されてて、そのまますぐに変身できる。まんま仮面ライダー。アントマンのスーツってパワーアップの効果もある？アントマンって小さくてもパワー同時って設定だけど。ジャイアントマンはパワー上がるのね。腹減るのだけが代償？進化してるからもう巨大化は通常稼働可能なのね。ワスプスーツはできないんだろうな。3体暴れてたら脅威なんだけど。巨大化したら真っ当に強いのは意外だった。
現状巨大化したら無敵なのがちょっと引っかかるな。ワンピースの巨人は大きいがゆえに弱さの方が目立つけど。無敵でもないやん。巨大になったらそれだけ敵に狙われやすくなるもんやぞ。実際に映画でも集中放火を浴びてピンチになってたし。そういや量子世界でもハンクたち素顔でいられるのってなんか説明あったっけ？やたらスーツ装着したり脱いだり、頭に関しては敵味方やたらと脱着繰り返しててそこが気になった。面白かったけど。俳優の顔出さなきゃいけないからね。それはわかるんだけど、他のアイアンマンとかキャップとかマスクキャラに比べても回数多すぎなかった？アイアンマンの映画はそもそもスーツ着てない時の出演もシーンが多いしキャプテンアメリカは顔のほとんどが見えてるから問題ない。今回のワスプはそもそもの出演シーンが少ないからスーツを着てるシーンからマスクを外して顔を露出する時間を稼ぐしかなかった。ホープはヘアスタイルを変えすぎ、ラストでまた髪の色を変えてたし、ホープがピム粒子を活かした社会活動をしているような件があったけど、チート技術使ったら、世界のバランス狂いまくりだな。ピザで隠したり好き勝手やってたけど、ピム粒子ってすごい技術のはずなのにピザズサイズ頼んででっかくして8ドル得したとかやってることがしょぼくて笑った。そのピム粒子のコストほとんどタダなのかう。いつも娘のために頑張るアントマン父ちゃん第3話って感じだった。スコット・ラングというキャラは成長も変化もしないから無限に話が作れそうだな。見た目が31以外同じ部分は少し残念ではあったけれど、新生時間軸本家とは違う人生の選択をしたスコットたちが集まって、各自考え方や行動がバラバラではあるものの、キャシーの助けを求める声に対してはどの選択肢を選んだスコットも駆けつけようとして協力し合うあのシーンはこの映画のベストシーンの一つだと思う。あそこは熱かった。スコット死んだ？大量に死んだ。アントマン・スコット・ラングの自伝本、本当に出版される。やっぱポール・ラッドいいわ。スコットはアベンジャーズでは珍しく精神的にも大人だからな。恋人も娘もおるし、劇的には揺さぶられんわな。今回も娘の命かかってるからしょうがないからやるわでそんなに心底悩んでないし。次にスコットがカーンと遭遇したら死者の口が開いたと驚きそう。無限分裂シーンは面白かったけど一つになったのはホープが来てくれたからってことでいいんだろうか。すべてがホープに収束した感。あとはペーニャ欲しかった。何か足りないと思ってたら陽気なペーニャ成分が足りないんだ。ルイスたち、マーベルワンショットでいいので登場してほしい。娘は8ではないんだな。特徴よくわからん。娘はハーリカと。見終わったけどキャシー可愛かったスーツ姿もなんだかエロく見えてくるから困る。キャシー、髪金髪に染めた。グレタ。キャシーちゃん可愛すぎた。大好きだわこの映画。キャシーお前そんな頭良かったんかってなった。まあスコットの娘だしな。ハンクもキャシーにはデレデレなのふってなった。怒ってるジジイの印象強かったけど孫と過ごしたせいかただのかっこいいジジイになってたね。スパイダーマンはただ、アントマンは12ドルね。スコットがサンフランシスコの街中でハイタッチしなかった少年ってスパイダーバースのマイルズを意識してるのかな？本作を見て強く思ったのは31はなんでコラボキャンペーン展開をしないんだってことだったう。実はちょっと前にも牛とんのよアリはおらんが笑い。ラストのアイスケーキの見た目が超まずそうだなと思ったら本当にまずいとはう。あのまま量子世界残ってしまうビターエンドかと思ったら普通に後ろから来て、ですよねってなった。そりゃメンツがいるなら簡単よね。最後普通に帰れるんかいってなってよかった。MCU の中でも割とご都合主義と無理やりの展開もりもりだったが、なんかアントマンの映画ってこんなノリが合ってるよなって感じで楽しく見れた。俺ひょっとしてとんでもないことしでかしちゃった？不穏な感じに終わるのかと思ったらニッコニコで終わってダメだった。いやよかった。エンドロールで超ざわついてた。ロキが元気そうで何より。今回の戦犯です。と思うだろうけど今回のカーンは量子世界に追放されて時間軸から切り離されたカーンだからシルビが殺したせいで増え出したカーンとは無関係なのだ。ロキのカーンが説明してた一人やらかしたやつだよね今回の。ロキのシーズン1のカーンと同じカーン。別のカーン。ドラマロキで出てきた全カーン型のカーン軍団食い止めてたってことでオケ。クソゲーだったわサノスみたいに有能部下軍団いたら違ったか。最後に出てきたビクターってドクターブームのことだよな。エンドクレジットでビクターの名前出てきて動転してちゃんと見れてなかった。ビクターメモリーっていう演劇の役者をやってるカーンを見たロキとメビウスってことでいいんだよな。最後の1900年代っぽいカーン変異体の解説頼む。エンドクレジット後のシーンの意味がよくわからなかった。カーンの本名ナサミエル・リチャーズの名義で大昔のアメリカで産業革命を起こそうとしてるのを TVA のロキとメビウスが監視してる。コミックだと未来人設定だと聞いたがエンドロールを見るとむしろ過去にタイマムマシン発明しちゃった系になったのかな。ロキシーズン2の前振りだな。ドラマとのリンクがすごいワクワクする。最後のロキはカーン生まれる前に殺そうとしてるんかな。これ映画見る前に見とくべきはアントマン1、2じゃなくてロキなんじゃ。